GA4HTX、4チャンネルのプロポとレシーバーとのセットです。外観を見ていきます。黒ベースで仕上がっていて、ステアリングのホイール部分は白で、桜の花っぽいデザインになっています。質感は際立って良いわけではありませんが、ひどくもありません。上部のパネル以外は、シンプルな一般的デザインだと言えます。パネル構成は、つまみとタクトスイッチ、スライドスイッチのアナログ仕様です。状況を LED で知らせてくれるので、とてもわかりやすいと思います。底面がこんな感じで、単4電池4本を必要とします。1.5V のアルカリ電池4本の 6V でなく、1.2V の通常電池4本でも動作してくれました。ただ、電池の入れ方がわかりにくいかもしれません。取説は英語表記で、ネットから PDF 形式でダウンロードもできます。1ページ目左側は、注意書きやサイズなどの仕様があります。右側には、各部分の役割や、バッテリーの注意喚起などが書いてあります。2ページ目左側は、レシーバーのコネクタ接続順や、バインドの方法、暴走防止の設定方法などがあります。右側には、制御不能保護機能設定や安全のための注意喚起、お手入れの方法が記載されています。日本語に置き換えるとこんな感じになります。必要なら一時停止して確認ください。レシーバーはこんな感じで、実際はとても小さいです。小さいために、ポートのチャンネル番号と向きがわかりにくいです。ポートは、チャンネル1からステアリングサーボに接続。チャンネル2は ESC に接続。チャンネル3、チャンネル4はステアリング、ESC 以外の、例えば2スピードギアボックスのサーボなどを接続。チャンネル4に関しては、取説には外部電源、LED とあるが、3ピンなのでサーボ用のポートだと思います。差し込む向きは、左から信号線、プラス、グラウンドとなっています。設定する際は、レシーバー側も通電している必要があります。車体と送信機の電源を入れてください。設定方法は、中央のつまみを目的の項目に合わせ、上段のプラス、マイナスボタンを押して調整します。設定できる項目は、2つのグループに分けられます。左側の赤い方はステアリング関連。右側の青い方はスロットル関連です。最初に電源を投入します。受信機の LED が赤色でゆっくり点滅しているのが見て取れます。送信機の電源がオンになれば、受信機の LED が点滅から点灯へ変わり、ペアリングされたことが確認できます。では、つまみを回して動作を確認します。最初は ST、REV、ステアリングの反転を設定です。これは、送信機のステアリングを回した際にタイヤが向く方向を定める設定です。調整方法は移行すべて一緒で、上部のプラス、マイナスボタンで選択します。音と LED で知らせてくれるので分かりやすいと思います。ST、DR、ステアリングの切り角度の調整。これは、送信機側のステアリングを切った際、角度を浅くするか深くするかの選択です。車体側で、タイヤの切れる角度に限度があるので、あまり意味がないかもしれません。これで中間の設定ですが、見ての通り、送信機側でステアリングを最高まで回しても、タイヤの切れる角度が浅いです。レベルを最低に設定すれば、タイヤの切れる角度は0です。
レベルマックスで運用するのが無難でしょうか。ST、トリム、ステアリング軸の位置調整。これは一般的なもので、基本のタイヤ角度を調整する項目です。電源投入前にタイヤが曲がっていても、電源投入時にあらかじめ設定したタイヤの位置に戻る、その角度を決定します。TH トリム、電源投入時に前後に走ってしまう場合の調整。スロットルトリムは、電源投入時の出力0ポイントを定める設定です。送信機側の接点不良などで、勝手にタイヤが動いてしまう場合などはここで調整できるかもしれません。スロットル DR、スロットルレバーを動かした際の ESC が出力する加減の調整。これは ESC のスペックに依存する設定で ESC が出力できる最高が限度になります。レベルを最高に設定しても接続している ESC のパワーが大きくなるわけではありません。最低レベルに設定すれば全く動きません。どうでも良いと突っ込まれそうですが、個人の感想を一つ。上部、プラスマイナスのタクトスイッチ配列が面倒です。プラスが左に配置されているのに、プラスを選択すると LED レベルは右に増えるって違和感があります。スロットル REV、スロットルレバーを動かした向きの動きを逆転させる設定。単純に、レバーを動かす向きと車体の前進、後進のリンク設定です。逆に設定しているオペレーターはいるんでしょうか？設定を終了させたい場合は、しばらく放置すれば大丈夫みたいです。最後は LED などが消灯していました。このパートがわかりやすいのですが、この ESC、リバースにドラッグブレーキがかかります。320円でしたが。取説によると、今回のように送受信機をセット購入の場合、あらかじめペアリングされているのでバインドの必要はないとあります。送受信機どちらかが壊れるなどして、新しい送受信機を導入の際には必要になるかもしれない。はじめに、受信機が ESC と接続され、通電状態でスイッチキーを押します。すると、受信機の LED が高速点滅します。次に、送信機の電源をオンにします。最終的に、受信機の LED が点滅から点灯に変わると、送信機と受信機間の信号が接続されていることを意味します。実際にバインドさせてみました。すべての電源がオフの状態です。ESC の電源を投入すると、レシーバーの LED が点滅を始めます。これは通常の状態です。レシーバーのスイッチを一度だけ押します。高速点滅に変化したのがわかります。
この状態で送信機側の電源をオンにします。レシーバーの高速点滅が点灯へと変わり、ギャーリングされました。他の機能として、受信機暴走防止、制御不能保護の設定などがあるようです。こんな実験をしてみました。WTL の送受信機と今回の送受信機、バインドはできるのか？まず、今回の送信機と WTL の受信機は、ダメでした。次は逆のパターンで、やはり、こちらもダメなようです。当然ながら、同じ 2.4GHz の周波数帯でも、実際にプログラムされている周波数が違うので認識しません。ちなみにですが、WTL 同士ならバインドできます。基板にも型番があるようで、64-1と 74-1はできました。54-1が2台だと、54-1の1つのプロコでそれぞれ動作しました。購入先と値段ですが、アリエクスプレスで2360円でした。抱き合わせで購入したので、送料は無料でした。今回の実験に使った ESC はこちらで 30A 対応となっていますが全く力がありません。通常のリチウムイオン電池では大きい電流が流れないので納得できます。しかし、リチウムポリマー電池を使用しても力は発揮しませんでした。実験の詳細は別動画になりますが、ブラシ付き ESC は全て370モーターで検証しました。